Hi, I'm Naoto, one of the knife nerds at Knifeware. And this video is very special because I've interviewed 3 young blacksmiths from different parts of Japan. And we'll show you them in action. Hope you enjoy. おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まずは簡単な自己紹介からお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、田中さんから少し詳しいお話聞きたいと思います。はい、お願いします。はい、真中刃物鍛錬所、5代目真中喜助と申します。年齢は37歳で、鍛冶歴17年になりますね。で、埼玉県春日部市で、鍛冶屋やってます。で、鍛冶屋になったきっかけは、もともとちょっと職人の、お仕事したくて、たまたま探している時に、その時、当時付き合ってた、今の奥さんなんですけど、奥さんの父親が鍛冶屋やってて、そこに弟子入りしたっていう形ですね。ありがとうございます。じゃあ次は宮崎さん。じゃあ宮崎さん、自己紹介の方お願いいたします。はい。私は宮崎鍛冶屋の宮崎春樹と申します。今年36歳になりました。高校卒業後に鍛冶屋大場鍛冶工場という福岡にある鍛冶屋さんの下で5年間修行させていただいて、その後、開業いたしました。で、長崎県五島列島という小さな島で鍛冶屋をやっております。鍛冶屋になったきっかけは、私の父が、仕事の傍ら農業をしたいということで農業を始めたんですけども、その時に私自身も初めてその鍛冶屋ということを知ってですね、で、鍛冶屋とはどういう仕事かなって調べていくうちに興味を持って、非常に必要とされている仕事なんですけども、後継者が少ないであるとか、いろんなそういう背景が見えてきて、自分に何かできないかなと、非常に興味を持ってこの世界に入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は吉田さん、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい。私の名前は、吉沢剛と言います。有限会社にがら刃物鍛造所というところで、鍛冶屋をしております。今、34歳で、鍛冶屋歴が今10年になります。一応ちょっと自称なんですけども、日本最北端の鍛冶屋ということで、青森県弘前市で鍛冶屋をしております。鍛冶屋になったきっかけなんですけれども、家業としてずっと鍛冶屋をやってきてまして、でその流れで、長男である私が鍛冶屋の後を継ぐっていうことで会社に入社したのがきっかけです。ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、皆さんのきっかけを聞いたところで、そこからもう少しちょっと掘り下げて、皆さんの師匠について少しお話ししていただければと思います。じゃあ、皆さんにお聞きします。皆さんにとっての師匠という方はどなたになりますか？ありがとうございます。吉沢剛さんから聞いていきたいと思います。ですね、私の師匠が父、それから入社したての頃は父の弟子の人、兄弟子がいて、その2人から包丁作りを学びました。ただその技術的な部分はその2人から学べたんですけども、包丁の使用だったりとか、こういう包丁じゃ全然ダメっていうのは結構いろんなお客さんから話聞いたりして、学んだと、ある意味一番大きい師匠かもしれないですね。ありがとうございます。次に宮崎さん。宮崎さん、師匠について少しお話しいただけますでしょうか？はい、ありがとうございます。私の師匠は、福岡県、福岡市にあります大場鍛冶工場の大場敏夫師匠になります。私がこの師匠を選んだ理由というのが、私の五島列島というのは、鍛冶屋さんがもういなくてですね、自分自身は包丁を作りたいということもあったんですけども、包丁以外に様々な刃物を作りたいなということを思っていて、その大場敏夫師匠というのは、包丁はもちろんですけども、農具に関しても非常に高い技術をお持ちの方でしたので、師匠の下で勉強したいと思って弟子志願をしました。ありがとうございます。じゃあ真中さん、お師匠さんについて少しお話しいただけますでしょうか？
僕の師匠は、4代目真中康夫と言いますね。康夫は僕の奥さんの父親になるんですけど、3代目まで刀をやってたんですね。そっから時代の流れで農具を専門としてやるようになりまして、野鍛冶ですよね。で、包丁はね、やらない方だったんですよ。で、僕が入るきっかけは、もともと日本刀を作ってるって言われてたので、俺刀匠になりたいなって思って入ったんですけど、俺が入った時にはもうおじいちゃん亡くなっちゃってて、で、結局習えず、農具からやり始めて、で、農具を作ることじゃなく、違うことに長けてるものを作りたいなってだんだん思い始めて、やっぱり一番、鍛冶屋で多いのは包丁鍛冶が一番多いので、その中でちょっと競争してみたいなって自分の中で思いまして、今は包丁鍛冶として、ちょっとやらせてもらってます。はい。ありがとうございます。皆さんいろんな経歴というか、違った方に教わって始めたのだと、わかりました。じゃあですね、今、自分のお師匠さんっていうのは、必ず尊敬に値するというか、絶対的な存在だとは思うんですけれども、その中でですね、お師匠さん以外で尊敬する鍛冶屋さんについて少しお話しいただければ。じゃあ、皆さんの尊敬する創業者は誰でしょうか？はい、ありがとうございます。では、宮崎さんが尊敬する他の鍛冶屋さんについてお話しいただけますでしょうか？はい、ありがとうございます。師匠を除いて、たくさんいらっしゃるんですけども、その中であえて4人に絞らせていただきました。まず、1人目が船津裕二さんという方で、この方は、新潟県余板でのみとカンナを作られている船津裕二さんという方です。なぜ船津裕二さんのところに伺ったかと言いますと、私の師匠が木紙を使われていて、なおかつ油で焼き入れをずっとされていて、刃物は油だけじゃなくて水でも焼き入れを日本は昔もともと行っていたと。水でやる方が高度も出るし、組織としても良くなるっていうところで、非常に自分の中でそこがずっともやもやしてたんですね、修行中に。ただ昔の伝統だからいいっていうことではなくて、今の科学的な技術を用いて、いろんな組織の観察ですとか、いろんなことを研究されている方は誰かいらっしゃらないかなっていう中で、まずはじめに船津裕二さんというところに伺ってお話しする中で、すごくお叱りの言葉をいただいたんですね。で、突き詰めて質問された時に、自分の中で答えに詰まるところがたくさん出てきて、そんなことやってるようじゃダメだよっていうことをたくさんいただいて、悔しいなっていう思いが非常にあってですね。で、その中でたくさん資料をいただいたり、学ばせていただいたのが船津裕二さん。あともう一人が白高幸則さんという方で、こっちが1聞くと10答えが返ってくるような、非常に鉄のことに関しても非常に知識が深い方で、この方にも非常に感銘を受けました。あと、もう一人が高木純一さんっていう方で、この方は長菜を作る中では現存していた時はもう唯一の長菜鍛冶さんで、この方も実際にいろんな研修をさせていただいた方で、非常にその人間的にも素晴らしい方でした。もう一人いらっしゃる日野浦刃物工房の日野浦司さんですね。刃物に対して真摯に本当に向き合って、非常にその科学的な面でも非常に知識が深い方で、この方にも非常に感銘を受けました。ありがとうございます。じゃあ、次は真中さん。はい、します。はい、真中さんの尊敬する鍛冶屋さんについて少しお話ししていただけますでしょうか。はい、お願いします。僕はもう何と言っても日野浦さん、これはもう司さんも睦美くんもどちらもなんですけど、鋼の話しだしちゃったら止まんなくて、永遠と話せる方だったんですね。で、俺が知ってる知識を全て出してもなおどんどん出てくるというか、なんて人がいるんだっていう
驚きと、温かくて本当にいい人で、鋼の組織のレベルで一番熟知してるんじゃないかと。あんま会ったことないのでわかんないですけど、他の人は。でも、日野浦さんは俺の中ではもう一番の鍛冶屋さんだと思っていて、でも勝手に俺がもう親父と兄貴だと思ってるぐらい大好きになっちゃってるんですけど、もうだからまた会った時にもっと話したいなって思う人がもう唯一日野浦さん、もっと話したい人ですね。ありがとうございます。じゃあ次、すいません。吉沢さんに。はい。じゃあすいません。じゃあ次は吉沢さんに、尊敬する他の鍛冶屋さんはどなたかっていうことについて少しまたお話しいただけたらと思います。尊敬している人は宮崎さん、それから真中さん、それから黒崎優さん、それとボブ・クレイマーさん、この4人をすごく尊敬してまして、宮崎さんはこの道具に対する姿勢というか、その使い手のために物を作れるっていうのがすごくある意味あるべき姿なのかなとかって思う部分と、自分も普通の単節はできるんですけど、やっぱりステンになった途端急にハードルが上がっても全然全くできないんですよ。なのでそういう中でATS とっていう単節ができるっていう、もうそれだけでもうすごすぎて、そういうとこもあってすごく2人を尊敬してるっていうのと、表現って言えばいいんですかね。そういう部分で黒崎さんってすごいなと思っていて、作ってるものと本人の雰囲気がすごくマッチしてるというか、かっこいいんですよね。最初にお会いした時も風神とか雫の、ハンティングナイフを展示してるナイフショーでちょっとお会いして、鍛冶屋さんってこういうものを作っていいんだっていうのが結構衝撃で、それまで本当にすごく無地に近い感じのものしかイメージなかったんですけど、土目があったり、それを磨き抜いて表現の幅を広げてたりとかっていうのがもうすごく衝撃で、このくらいちょっと自由でいいんだなっていう、やっぱりそういうところですごく尊敬してる。ボブ・クレイマーさんは別格のダマスカスで表現をするかというのですごくそういう意味でちょっと皆さんを尊敬している形です。ありがとうございます。次はですね、少し革新に迫っていきたいと思います。皆さんのここはという包丁へのこだわりっていうものを教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあすみません、真中さん、自分の包丁へのこだわりっていうものを少し教えていただけますでしょうか。僕のこだわりは、なるべく機械を使わず手で作る。あと、自分で全て単節。やっぱ鍛冶屋たるもの、やっぱ鉄のプロじゃないといけないと僕は自分で思っていて、で、結局ステンレスも結局全部鉄なんですね。で、ハイスコも全て鉄の分類になるので、それも全部自分でつけれて、プロで自覚持てるというか、それでなんか自分を保ってます。手打ちっていうのは刀鍛冶の人が言ってたんですけど、結局機械で作ったものって、でそれはその機械の魂でしかないんだ。手で打つことによって己の魂がそこに乗り移ると。これすごいなんか俺の中で心に刺さるものがあって、だからなるべく全部俺が目で見てやってます。そこがこだわりですかね。ありがとうございます。じゃあ次は宮崎さんお願いします。私もすべて一人で、単節、単造、焼き入れ、研ぎまで全てを一人で行うので、課題もたくさん見えるんですけども、その分非常にやりがいもあってですね、単造でよくできたと思ったものが、研いでみると、割れが出たりとか、失敗することも多々あるんですけども、じゃあなんでどの段階でダメだったのかなっていうことを、一から自分で順を追って、反省することができるので、非常にそこはやりがいを持って、こだわりを持ってやってるところの一つです。もう一つは、鉄も本当に生き物だと思ってるので、本当にもういいも悪いも全て
その包丁に如実に現れるので、本当すごく面白いなって一番そこは思います。あと、初めはこの硬度っていうもの、硬さだけを結構重視している時期もちょっとあったんですけども、いろんな全国の鍛冶屋さんの刃物を購入させていただいて、研いだりしていただく中で、硬度自体はそんなになくても、非常に研ぎやすくて長切れする刃物っていうのが多々あって、いろいろ調べていく中で、実は刃物っていうのはその硬度をすごく出せばよく切れるっていうものではなくて、やはり使い手のことを考えるとよく切れて、研ぎやすくて長切れするっていうのが一番使い手の方がいい刃物だと思うので、いかに硬度もある程度出しつつ、かつて研ぎやすくてかけにくい刃物にするかっていうことを日々研究して取り組んでやっています。ありがとうございます。次はじゃあ、吉澤さんに、はい、聞きたいと思います。吉澤さんが作られている包丁へのこだわりっていうものを教えていただけますでしょうか。私のこだわりなんですけども、やっぱりその時できる、いいものをお客さんに渡して喜んでもらえるっていうのをこだわりにしてます。自分ってあんまりやっぱり作るのってあんまり上手じゃないと思ってるんですよ。で、作れるものってやっぱり日々変わってきて上手くなっているとは思うんですけど、変に執着点みたいなのを決めたくなくて、自分がやれるだけのことをやる。こだわってるのはやっぱお客さんがいいなってやっぱり喜んでもらえることっていうのが、いいものを作りたいっていう意味でもやっぱりこれがこだわりかなと思ってます。はい。ありがとうございます。次にじゃあ皆さんそれぞれこだわっているところを聞かせていただいたんですけれども、これやっぱりこれだけは負けたくないっていうことを少し教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこれだけは負けたくないことお聞かせ願えますでしょうか。負けたくないことというか、これからもうちょっと伸ばしていきたいっていう意味でも、ダマスカス作りというか、今自分がやってることってやっぱり割とランダム要素が強すぎて、やろうと思えば誰でもできちゃう部分で、海外の方とかのダマスカス作りってめちゃくちゃハイレベルで、狙った模様とかをもう計算して出してるっていうのが、あれがすごく狙ってそういう模様が作れるようになりたいなっていうのと、ちょっとやっぱり包丁の本質からは外れちゃうと思うんですけども、面白いんですよね、模様が出るっていうのは。自分が楽しいことはやっぱ負けたくないなっていうので、こういう答えにしました。すいません、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。じゃあすいません、宮崎さん、これだけは負けたくないことお願いします。はい。私は、探求心と向上心ですね。私自身鍛冶屋歴今18年やってるんですけども、本当にまだまだな部分は正直たくさんあります。でもその中で、昨日より今日より明日っていう風に、突然技術で向上するものではないと自分でも思ってるので、やっぱり日々の探求心であるとか向上心っていうのを持って取り組んでるというところは、やはり負けたくないなと思ってますね。皆さんに負けないようにというか、そういう意味では努力して頑張っていこうかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ、すいません、次、じゃあ、真中さん。真中さん、じゃあ、これだけは負けたくないこと、発表お願いします。探求と探求、追求と追求。あと、もうまた単説になっちゃうんですけど、やっぱ職人って、満足したらもうおしまいだと思うんですよね。自分の悪いとこは自分が一番よく知ってるし、うまくいったところで、またどんどん自分で悪い点がどんどん見つかってくる。それが見えてるうちは、上に行けるのかなって。あと、やっぱり求めること、あと、それを追求すること。これが一番大事だと思ってるし、多分みんなと一緒で、僕もそこは負けたくないなって。だからどんどん技術が向上するんじゃないかなって思うところなんですね。
ありがとうございます。すみません。ちょっとバッテリーがやばくて、ちょっと充電器取ってきてもいいですか？大丈夫か？じゃあ次、今これから取り組んでいきたいだったり、取り組んでいる挑戦、例えば新しいこの講座に挑戦したいとか、こういう技術を取得したい、こういうことをしたいっていうのを聞きたいと思います。じゃあこれから取り組んでいきたい、または取り組んでいる挑戦についてお願いします。ありがとうございます。じゃあ真中さん、じゃあこれから取り組んでいきたい、取り組んでいる挑戦について少しお聞かせ願えますでしょうか。はい、僕が、これから取り組んでいきたいこと、ステンレスのダマスカスですね。俺は力剤使わないので、これをなんとか確立させたいですね。今んとこ結構失敗する可能性もかなりあるので、なんとか 90% 以上の確率で完成度を高めていければって思ってます。これやると多分だいぶ値段が張ると思うので、だったらそれなりの多分講座をつけるってことは多分 ZDP かなって俺の中では思ってるんですね。ZDP 推しで今後は、頑張っていきたいかなって思ってます。ありがとうございます。じゃあ次、じゃあ吉澤さんにお聞きします。これから取り組んでいきたい、または今取り組んでいる挑戦について少しお話しいただけますでしょうか。今こういったことに取り組んでましてとか、取り組まざるを得ない状況にあるというか、ふとしたきっかけで職人さんを一気に3人ぐらいまとめて育てるだったのがありまして、津軽地方もあんまり産地じゃないで、やっぱり職人さんってどんどん減ってきてて、昭和の40年ぐらいで20何社あったのが今もう4社5社ぐらいまで減って、代表的な津軽茶物って言いますけども、名産品がリンゴなんで、それに携わるやっぱ道具っていうのがメインなんですけど、それ作る職人さんが2社しかいない。その作る技術を残したいっていうので、11名ぐらい覚わったうちの2人をちょっと会社で育てることになりまして、であれよあれよという間に3人後輩ができて、すごく人育てるって難しいんですよね。自分が意識せずにやっちゃってるんで、言葉にするのがすごく難しくて、なんていうか、本当に挑戦です。3年今経ったんですけども、人3人育て始めて、で育っていくのを見るのってちょっと面白いな。別な意味でのちょっと物ができるようになったとか作れるようになったっていうのに、やっぱちょっと感動を覚えるときは、何十年とかかかってもいいから津軽地方でこっちを産地にして、死ぬ間際とかに自分頑張ったな、産業にしたじゃんっていう死に方をしたいという、最終的にそういう地域貢献みたいなのにもつなげていけたらな、挑戦です。ありがとうございます。じゃあ次、宮崎さん、これから取り組んでいきたい、または取り組んでいる挑戦についてお話ししてください。はい。これから取り組んでいきたいこととしては、今私は安木鋼ですね。使っていく中で、やっぱり好奇心が勝っちゃうというか、いろんなものを自分で作って知りたいというかですね。なので玉鋼を作りたいって言ってるのも、その玉鋼で包丁を作ってっていう色物を作りたい。自分が使ってる鉄や鋼っていうのを自分で作り出してみたいというか、もう昔の人っていうのは、タタラを自分で作ってですね、鉄がどれだけ貴重だったかっていうこともそうですし、やっぱ自分で単純に作ってみたいな、単なる好奇心からなんですけど、自分で鉄を作ってみたいなと。あとは、鋼っていうのも非常に大切だと思うんですけども、もう一つ私はその軟鉄ですね。研ぐためには、日本の刃物のいいところって軟鉄に割り込んで刃物を作っているところだと私は思っているので、
飲みとかカンナとか見てると、昔の和鉄であったり、連鉄なんかを使ってると、研いでみるとものすごい研ぎやすいんですね。もう刃の当たりが全く砥石にやってた時に違うので、これはすごいなと思って、それからいい刃物を作るためには、その技術はもちろんですけど、いい地金も必要じゃないかなっていうことを最近すごく思っていて、その中で今古い鉄と追い求めて、作ってみて、連鉄の中でもいいのと悪いのと結構差があるので、それで研いだ時にものすごく研いだ感覚が自分の中で忘れられないので、そういう意味ではいい地金とは何かというところをもっと突き詰めていきたいなとも思ってます。あとは、金属顕微鏡を用いて中の組織を観察してですね、自分が良かれと思ったものが全然ダメだったりっていうことが結構あるので、感覚の大切さってもちろんあると思うんですけども、それ以外のものとうまくすり合わせができるというか、ある意味その科学的なデータが絶対だとも全然持ってないんですけども、お互いにいいところすり合わせて、いいものは何かなっていうのをこれから挑戦して取り組んでいきたいなと思ってます。あともう一つは後継者を残すためには、自分がもっと技術を磨くことももちろんですけども、昔から鍛冶屋ってよく 3K とか、きついとか汚いとかよく言われてたんですけども、この仕事かっこいいな、やりたいなって思えるような、やっぱ環境を作れるように、もうこれから頑張っていかないといけないな。やっぱそれは、もちろんいいものを作るためには生活もしないといけないので、現実な話、売り上げを上げることっていうのも非常に大切な、いいものを作るためにはその時間とか心の余裕というところも絶対必要だと思うので、そこの土台をしっかり作り上げるっていうところを、まずもっと目指して、頑張っていきたいなと、挑戦していきたいなとは思ってます。ありがとうございます。じゃあ、次は、鍛冶屋さんとしてのお気に入りの鋼材っていうものに聞いていきたいと思います。いやー、面白いですね。じゃあ、宮崎さんから。じゃあ、宮崎さんにとって鍛冶屋としての、お気に入りの鋼材、お願いします。はい、私は、安木の白紙2号の A。今もう手に入らないんですけど、白紙っていうのは非常に鍛冶屋のその性質といいますか、いいも悪いも全て正直に出る鋼だと思ってます。その中で白紙1号っていうのが一番本当にピュアな鋼で、作るのも一番私の中で難しいなと思ってるんですけども、やはりユーザーさんのこともいろいろ考えると、実はその白紙1号のメリットと白紙2号のメリット、どっちも持ち合わせてるのが白紙2号 A だと思います。これ非常に研ぐとものすごくただ研ぎやすくて切れるっていうだけではなくて、白紙2の A と B、正直全く別物だよなってよく思うんですよね。なのでもうそっちを知っていると、2号 B も全然悪くはないんですけど、焼き入れた時の感覚と研いだ時の感覚が全く違うので、そういう意味では白に一番研ぎやすいですし、長く切れますし、食いつくような切れ味っていう意味で、私はこれが一番いい鋼じゃないかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ、吉田さん、鍛冶屋さんとしてですね、お気に入りの鋼材について教えてください。どっちも同じぐらい好きというか、気に入ってるんですね。性能とか全部抜きにして青紙がなぜか好きで、自分のってくる造感っていうか、それが作業しててすごく好きっていうのがあって、選んだのと、スーパーゴールド2って、単造ってあんま関係ないでは言われてます。そういうの全部抜きにしてもやっぱり結構鋭利な刃がつけやすくて、おまけにステンレスで錆びにくい、研ぎやすい、切れ味バランスのすごく取れてるっていう意味でも実用っていう意味で結構好きだな。それちょっとこの2つを選びました。ありがとうございます。じゃあ最後、じゃあ真中さんにとって、お気に入りの鋼材を教えてください。ZDP189
でも、白髪大好きなんですよね。ZDP は、もう2年前に、やっと新しいモデルを作り始めたプロトなんですけど、でその時の作ったやつを、ちょうど去年の終わりに、ちょっと仕上げてみたんですよ。そしたら、鳥肌立つぐらいちょっと怖いぐらいの切れ味を持ってたんですね。バケモンみたいなやつだなと思って、なんかその魅力がある。ZDP は半端じゃない。マイブームですね。で、白髪はやっぱ宮崎さんも言ったみたいに、家事の基礎である。やっぱ鋼だと思うし、その技術、白髪使えて鍛冶屋は一人前っていうぐらいなんで、でも僕は白髪だとイチゴがやっぱ好きなんですよね。ありがとうございます。これも、じゃあ最後、暑い夏の日、朝からとても頑張って鍛造、火作りしました。そこで一番食べたい、これが最高だなって思うランチは何でしょうか？ありがとうございます。いやー私これ興味あるのは五島うどんですかね。五島うどん食べてみたいですね。五島うどんってもともと私下五島なんですけど、上五島って言って上の方の島にあるのが大体、産地なんですけど、五島うどんっていうのはですね、すごく細くてスパゲッティとかああいうのにも非常に合って美味しいです。麺が伸びにくいっていうのも非常に、特徴の一つだと思います。で吉沢さんのすごくシンプルだけどなんかこう、すごく家庭的というかおにぎりと、コーヒーとタバコ。そうですよね。未だにちょっと嗜好品もやめれなくてですね。目いっぱい働いた後ってなんかこうあんまり物入れたくなくなっちゃうというか、なんか食べる気力も奪われる時があって、でもそういう時にとりあえず口に入れられるものっておにぎりなんですよね。とりあえず塩分も取れて、あとお腹にも多少残って水飲めればあといいかなっていうね。なんていうの、逆に言うと執着のなさ山中さんの冷麺それはあれですか、韓国系の冷麺ですか、それとも冷やし中華系の冷麺ですか？韓国系ですね。盛岡系ですか、それともなんか韓国系のあれですね、盛岡の太いちょっとムチムチしたような麺か、すごい細い韓国系のいいっすね。いいですね。で、できれば本当は多分がっつり夏場やったらもうトマト丸かじりとかスイカとかそれがいいんですけど、強いて言うならでとかじゃないと入んないかなって。いいですね。じゃあこのままちょっと流れで最後仕事終わりの楽しみいっちゃいましょう。じゃあこれが、最後の質問になります。長い間本当にありがとうございました。毎日の仕事終わりの楽しみについて教えてください。やっぱりみんなそうなんですね。ありがとうございます。パパでよかったみんな丸くありがとうございます。自分のだけ余計なのがちょっと乗ってました。でもそうなんだろうなってちょっとだけ思いながら皆さんここにいらっしゃるし、そうなんだろうなと思いながら実はこの質問させてもらいました。じゃあ今日は本当にありがとうございました。お時間いただきまして大変貴重な興味深いお話聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。Thanks for watching. Hope you enjoyed the interview. If you'd like to get their knives, see the links in the description. See you next time.